どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこのめちゃくちゃ小さいカメラを紹介したいと思います。この前の買ってよかったものの動画でも紹介したんですけど、これね使えば使うほど楽しくて、もう皆さんにもこのカメラの魅力をお伝えできればと思いまして、今日は作例やこれだけで撮影したミニ Vlog なども作ってみたので、それらも合わせて詳しく紹介していこうと思います。で、こちらのカメラはコダックのチャーメラというトイカメラです。こんなに小さくて軽くて、もう本当におもちゃみたいな感じなんですけども、ちゃんとねデジカメです。これ写真だけじゃなくて動画も撮れます。で、ここにはねちゃんとこういうファインダーもついていたり、裏側にはねこう液晶モニターもちゃんとついていて、電源入れるとこんな感じになるんですけど、であと控えめながらここにはねフラッシュもついています。といった感じで、こんなコンパクトなのにちゃんとねデジタルカメラです。ウルトラスーパーコンパクトデジカメです。作例はまた後でたっぷりご覧いただきますが、作例の一部ちょっと見ていただきますと、まず写真はこんな感じで撮れます。で、動画はこんな感じです。ちゃんと音も入ります。平成デジカメとかオールドデジカメみたいな面白い絵が撮れるんですよね。このチャーメラが発売されたのは半年前ぐらいなんですけど、発売当初はねなかなか手に入らなかったらしいですね。最近ではもう Amazon とかでも買えますけど、僕は先月梅ヶ丘のワンルームという素敵な雑貨屋さんで見つけてこちら購入しました。ちなみにワンルームさんではもうその日入荷した分はねその日のうちに速乾だったそうです。で、箱のデザインもねこういった感じになっていて、この中にこれが入ってるんですけど、もう見た目ねこれも可愛いし、つい手に取りたくなるような感じなんですよね。で、価格もね6000円ぐらいなんで結構手頃ですし、まあね物欲をそそるというかね、つい欲しくなりますよね。で、僕もこれワンルームさんで購入して、お店近くのフグレンでこれ開封していたんですけど、開封してる時にね店員さんがそれ何ですかってね興味を持たれていて、その方もね休憩時間にこれをね買いに行ったらしいです。そんな感じでね一目見るだけで欲しくなるカメラなんですけど、まずそんな見た目のところから詳しく紹介していきましょう。サイズは本当ご覧の通り、こう手のひらに収まるぐらいのめちゃくちゃコンパクトです。で、ここにキーホルダーを通す穴もついているので、付属のキーホルダーこういうのがついているので、これをここにつなげて持ち歩けば、バッグとかにねつけて下げて持ち歩くこともできます。このようにねチャームのように下げてつけることができるカメラなので、チャームとカメラを合わせてチャーメラっていう名前なんですね。なんかね見た目チャルメラって読んじゃいそうなんですけど、正しくはチャーメラらしいです。本当ね見た目が可愛いので、もうアクセサリーとしても楽しめますよね。で、これね先ほど言ったこういう箱に入って売ってるんですけど、カラーは複数ありまして、このように6色展開なんですよね。で、あとはシークレットのこれはねクリアボディです。クリアボディがあって、全部で7種類から箱を開けるまでどれが出るかわからないというガチャ要素付きです。ちなみにこのクリアのシークレットが出る確率は48分の1だそうです。で、 Amazon だとこれ単体でも買えますが、これがね6個入ったボックスセットっていうのもあって、それだと6種類全て違うカラーが入ってるらしいので、シークレットが当たる確率もぐっと上がりますよね。で、その中で僕はこちらのグレーのレトロ感のあるカラーがね当たったんですけど、この中だとね僕2番目に欲しかったカラーだったので、個人的にはねこれ当たりです。一番欲しかったのはねこの黄色のこのパッケージと同じようなデザインの黄色のカラー、これが欲しかったんですけど、これも大満足ですね。皆さんこのクリア含めた7種類の中でどれがお好みですかね。皆さんのお好みのカラーよかったらねコメントで教えてください。で、この箱の中にはこのチャーメラ本体と、あとこのキーホルダーと、あと USB-C ケーブルと、あとこのグレーのチャーメラとおそれのデザインのこういったカードが1枚入ってます。で、そう、この USB-C のケーブルが入ってるってことで、これね USB-C で充電することできるんですよね。このね下の面に USB-C の差し込みがあって、でこちらねこれね SD カードさせるんですよね。マイクロ SD カードを挿してそれに保存することができます。で iPhone とかにデータを送るデータの転送も USB-C のケーブル経由でやるので、データ転送はね一手間かかるんですけど、USB-C が使えたり SD カードを挿してそこに保存することができたり、こうトイカメラでありながらもその辺はねちゃんと今っぽい作りになっています。コンパクトだけどちゃんとデジカメなんですよね。こういったねめちゃくちゃ魅力が詰まったチャーメラです。
ではここからこのチャーメラを使って撮った作例を見ていただきましょう。まず写真はこんな感じで撮れます。なんというか味のある写りですよね。懐かしさのあるノスタルジックな絵が撮れます。今はもうあまり言わないのかもしれないですけども、いわゆるエモい写真が撮れます。画素数は 1440×1080 の 1.6 メガピクセルなので160万画素ですね。かなり荒いです。しかもカタログ上では 1.6 メガピクセルって書いてるんですけど、これもね実際はもっと小さいらしくって、それを引き伸ばしているという話もあります。僕が普段使っている iPhone 17 Pro が4800万画素なので、もうほんと比べ物にならないくらいね画素数は低いんですけど、これがいいんですよね。そういった意味ではね iPhone 17 Pro では撮れないような写真がチャーメラなら撮れます。で太陽を撮ったり白が多いところを撮ったりすると結構ね白飛びもしちゃいますし、夜間の撮影とかもねやっぱりあんま向いてないですし、フラッシュを焚いて撮ったりしてもかなり広い範囲で黒つぶれをしてしまってぼんやり被写体がどうにか映るくらいになったりするので、鮮明に撮れるかっていうと全くそんなことないんですけど、これもねチャーメラらしさですよね。今は鮮明で高画質な写真はスマホでも簡単に撮れる時代なんで、目で見たものに忠実な写りを期待するのであれば iPhone とかミラーレスカメラとかを使った方がいいと思うんですけど、そうじゃなくてトイカメラみたいな写真が撮りたい時にこのチャーメラを使うといい感じに撮れるんじゃないかと思います。ほんとねチャーメラでしか出せない質感みたいなのがあると思います。レトロカメラとかトイカメラの写りになるようなフィルムシミュレーターを入れたデジカメとかもありますが、あれはね結局高画質な写真データをシミュレーターでレトロ感がある質感に変えているだけなので、作り物感があるんで僕はああいったのはねあんまり好みじゃないんですけど、このチャーメラはもうスペック的に画質が良くなくてこれが限界という感じなんで、ほんとねこのレトロ感ある写りがリアルなんですよね。例えると古民家をそのまま居抜きでカフェにしているのと、古民家風に内装工事してカフェにしたお店との違いみたいな、なんとなくそういうねリアルなものと作り物の違いみたいなのっていうのを感じますね。そういった意味ではチャーメラは古民家そのままな感じがして、そこがまたいいです。でチャーメラで撮った写真にはフィルムカメラみたいに日付を入れることなんかもできます。あとフレームもねいくつか入っていて、ちょっとね使いどころが難しいようなフレームも多々入ってるんですけど、こんな感じでフレームをつけたりすることもできます。あとフィルターも7種類から選べるようになっていて、同じシーンでも結構印象を変えることができます。モノクロで撮ることもできます。あとこういう単色のドット絵みたいなピクセルフィルターなんかもついていて、これもね使い道があんまり思いつかないんですけど、さっきも言いましたがチャーメラは実用的な使い方をするというより撮影をすること自体を楽しんだり、こんな風に撮れたんだとね見返して楽しんだり、そういった使い方をするカメラだと思うので、もうこれでいいんだと思います。で撮影設定とか操作方法もシンプルなので、こちらもね簡単に説明します。ボタンは上に2つと、あとこのモニター側に3つ、もうこれしかついていないのでめちゃくちゃシンプルですよね。で上のこのちっちゃい方のボタン、これが電源ボタンです。長押しすると電源が入ります。でこちらの大きいボタンがシャッターボタンで、あとこのちっちゃい上下って書いてあるんですけど、この上下がメニュー選択ボタンで、下が決定ボタンと、あと撮影した写真の再生ボタンですね。で電源ボタンの長押しで電源をオフすることができます。で電源を入れるとまずこのようなメニュー画面が出てきます。左から写真、動画、あとは日付設定ですね。でこれを上下ボタンを押してメニューを選びます。ちなみにモニターはもちろんタッチ式なんかじゃないです。ただモニター映ってるだけです。で日付メニューは日時と時計の設定ができるのと、あと写真または動画に日付を入れるかどうかの設定もここでできます。で今またこの画面に戻ってきましたけど、で今写真が選ばれていて、これで再生ボタン、決定ボタンを押すと写真撮影モードに入ります。じゃあ写真撮ってみましょうか。
で一応今撮影した写真を見るとこんな感じで、モニターちっちゃいけどちゃんとね写真を確認することができますし、撮影時もちゃんとライブビューモニターとしてね使うことができます。ちなみにオートフォーカスとかもねないので、もうないというかね、ほんと映るんですとかみたいにフォーカス固定だと思います。こちらほんとできることは最小限のことしかできないようなカメラです。そこがいいんですよね。あとそうだ、これ電源入れると毎回ねこのメニュー選択画面出てくるんですけど、ここでね写真撮りたい時はもうこのシャッターボタンを押せば写真モードがね選択されるので、写真を撮りたいだけの時は電源入れてねすぐシャッターボタンを押せばすぐに撮影モード入れます。でこの写真撮影の時に上下ボタンを押すと、今ねちょっとレトロ感あるフィルターがかかりましたけど、こんな感じでフィルターとフレームをここから選ぶことができます。で撮った写真はこの再生ボタンを押すとこのようにねプレビューすることができます。で再生ボタンを長押しすると写真の削除もできます。今表示されている写真または全てをデリートするっていうねこの選択が出てきます。あとこれ機能としてはフラッシュも焚けます。暗いところで撮影しようとするとオートでフラッシュを焚いてくれます。どこで明るさ、周りの明るさを検知してるのか分かんないんですけど、強制的にフラッシュが焚かれます。ただねフラッシュの光もそんなに強い光ではないのでぼんやりね照らしてくれるって感じです。でそういった感じでねフラッシュは暗いところでオートで焚かれるのでオフにはできないので、フラッシュ焚きたくない時はもうこう強制的にここを押さえて暗いところで撮影すればフラッシュなしで撮影することができるって感じですね。フラッシュ焚かないと本当に何にも映んないと思いますけど。であとファインダー、ここにファインダーがあって、こちら側がね一応覗くことはできるんですけど、見えますかね、覗けるんですよここから。素通しな感じなんですけど、ただこれもねこんなちっちゃいのでもう全然実用的ではなくて飾り程度に考えておいていいんじゃないかなと思います。あとは側面、ここに点々点ってあるけどここがスピーカーです。動画はねちゃんと音も入るので動画をプレビューしたらちゃんと音も再生されるのでここに備わってます。あと機能的なところで言うと、さっき言っていたねここにマイクロ SD カードが挿せます。で最大 128GB の SD カードまで対応しています。 128GB なんですけど、チャーメラで撮れる写真や動画はもう本当画素数がさっき言った通りかなり低いので、データもね本当に軽いです。なので 128GB の SD カードとかね1枚挿しておいたらもう撮り続けても 1,2 年ぐらいはね撮れちゃうんじゃないかなと思います。でその隣が USB-C ポートですね。こちらも USB-C ケーブルをつないで充電したりデータ転送するときもここを使います。先ほども言いましたが Bluetooth とかを使ったワイヤレスデータ転送はね使えないので、有線接続してデータを転送します。 iPhone だと USB-C ケーブルでつないでファイルアプリを開いてチャーメラの写真をファイルアプリにコピーして、でここからカメラロールで見るのであればさらに写真アプリに画像保存するという形でデータを送っていくと、いつでもカメラロールからチャーメラで撮った写真や動画を見ることができます。ここはねちょっと手間がかかりますよね。こんな感じでかなりストイックな作りではありますが、気軽にサクッと絶妙な質感の写真撮影ができるので、もうカメラ体験としてはねかなり楽しいと思います。あとチャーメラは動画も撮れますので、こちらの作例も見ていただきましょう。こんな感じでミラーレスカメラでも iPhone でも撮れないようなユニークな動画が撮れます。昔のホームビデオというか、いい意味でぎこちない動画になります。これ多分わざとコマ落ちさせる処理をね中でしてるんじゃないかなと思うんですよね。モニターでプレビューするときは滑らかなんですけど、動画ファイルではねなんかカクカクするんですよね。何フレームかに1コマ落ちてるような感じで再生されます。これも絶妙なこのレトロ感あっていいんですよね。あと手ブレ補正なんかもついていないので、手ブレのない滑らかな映像を撮るのはねほんと無理なんですけども、でもこれもチャーメラの味というか昔のビデオカメラで撮ってる感があって、ここもねまたいいんですよ。あとこれ僕使ってみるまで動画撮った時にちゃんと音声も入るのを知らなくて、録画ファイルを再生した時にちゃんと音が入っててね結構驚きました。で音声もちゃんとねザラザラした質感なので、映像の雰囲気とね相まってかなりレトロ感が出ます。こういった感じで動画撮影も楽しかったので、このチャーメラだけを使ったミニ Vlog を撮ってみたので、こちらご覧ください。
はい、そういったわけで今日はチャーメラの魅力を紹介させていただきました。このカメラでしか味わえない撮影体験や写真動画が楽しめると思いますので、気になる方はね、ぜひ使ってみてください。動画の概要欄に商品リンクも貼っておきましたのでチェックしてみてください。はい、そういったわけで今日はこちらコダックのチャーメラを紹介してみました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういったカメラやガジェットなど購入品のレビューをいろいろやってますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。